どうも皆さん、カイトです。今回は2023年にプレイしたインディーゲームでゴリゴリに難しかったインディーゲーム10作品をご紹介させていただきます。デスリーにデスりまくってコントローラーを幾度となく叩きつけようとして思いとどまった、ほんまにやってられるかふざけんなとある意味心に咲く花をぶちかましたゲームをチョイスしました。こうやってメンタルが鍛えられていくんだとしみじみ感じながら、感想多めに独断と偏見で紹介していきます。では早速やっていきましょう。ブラスフェマス2。このゲームはザ・ゲームキッチンが開発、チーム 70 から販売された再び奇跡に立ち向かうメトロイドバニアアクションです。前作ブラスフェマスの続編であって、高難易度を引っ提げて登場と思いきやかなりマイルドになってリリースされた作品ですね。個人的にマイルドという表現にはしたんですけど、このジャンルが初見であればかなり難しいんじゃないかなと感じ取られますね。ソウルライクをプラスした要素にメトロイドバニアの探索をミックスさせ、武器が3種類に増えたバトルバランスは結構難しくて面白かったですね。前作では針による一発ですが頻繁に起こったんですけど、今作からはダメージ判定に変わっているのも幾分プレイしやすかったかなと。だからといって簡単になったかというとそうではなくて、3種類の武器を巧みに操りながらのダンジョン探索に重点が置かれている分、そこで出会う敵の絶妙な配置でのいやらしさ、油断すると体力を一気に持ってかれる雑魚的な戦闘は思わず発狂案件でした。こいつ許すまじ。グロい系の要素は前作よりも少なくなったと感じつつも、一定のコア要素は要所要所に垣間見えたんで、続編をちゃんとプレイして血吹き出てるなって感じ取られます。キャラクターの手触りがすこぶり良かったのもプレイしやすくて、デスりながらも突撃していけるのも良き。宗教感マックスなんで何言ってるか分かんない描写も多いんですけど、それでもなんとなく分かるのも面白い。クリアとしては25時間ほどでいけたんで、通常ボリュームとしては15時間ほど見ておけば良いかなと。まだこのジャンルを未プレイの方は挑戦してみるのはいかがでしょうか。ブラスフェマス2は Nintendo Switch、PS5、Steam で好評配信中です。ザ・メッセンジャー。このゲームはサボタージュスタジオが開発、デベロッパーデジタルから販売されたステージクリア型アクションプラスメトロイドバニアアクションです。2つのジャンルが組み合わさったゲームという特異性を持ち、前半と後半で大きく異なることが特徴ですね。ストーリーとしては主人公メッセンジャーが巻物を託されて言われた場所に届けに行くことから始まり、世界を救うことになってしまってどうなるってお話。8ビットと16ビットの世界を行き来しながらの展開であり、ギミックだらけのステージを死者イコール忍者を操作しながら攻略して、難しいながらもかなり面白かったです。サイドビューで移動するゲーム性がそのままで、ジャンプにホバリング、壁つかまり、グラップルを駆使しながら突破していきます。これが簡単にいくかといえばそうやなくて、ほんまに FC、SFC 時代を思わせるぐらいにステージがシビアで難しい。バチクソに落下デスしまくるので注意してください。さらにはボス戦ではテクニックを要求してくるような回避をうまくしながらコツコツ当てにいかないと一気に外れてしまうのはプレイヤー泣かせでしたね。攻撃は近接攻撃に手裏剣だけという単純ながら恒久的に強化できるスキルツリーも用意されているのがレトロ調ながらも戦略性が抜群でした。前半はステージクリア型、後半はメトロイドバニアのアリノスマップ探索など、どんどんプレイスタイルが変わっていくのも、色々と新鮮なゲームが体験できるのも面白い。クリアとしては14時間ほどでいけるんで、金額の割にはかなりボリューミーなのもおすすめ。会話のやり取りでは常にギャグ要素が多いのも、アクションのワンクッション的な役割も担っていました。シー・オブ・スターズの後日談を堪能しよう。ザ・メッセンジャーは各プラットフォーマーで好評配信中です。機械忘れられた深海都市。このゲームは AT ライトゲームが開発販売された深海探索のメトロイドバニアです。チームでは2021年リリースされてたんですけど、スイッチ版が2023年3月にリリースされました。深海ガーディアンのプランティが目覚め、海底の変異モンスター相手に自分の役割を探しに行くストーリー。深海とシューティングとメトロイドバニアの三つどもえが最強の一作で、水中でゆらゆらと泳ぎながらモンスターと対峙して倒していきます。弾幕だらけのゲームなんで、弾をひたすら避けながら相棒のメカジキマシンで打ち込んでいくのが面白い。また深海という独特の不気味な世界観がカートゥーン調で描かれているのも特徴で、それに合わせてパッシブ装備による強化要素やスキルによる身体強化もいい感じにマッチしてるんですよね。ノーマルでプレイしたんですけど、マジで難しかったので高難易度の部類には入ります。この難しかったポイントの多くはボス戦での
弾幕が異常なほどの包囲網の点が8割占めています。こんな感じで切れかけました。プランティの攻撃はボタン連打なんで、それに合わせてのモンスターの攻撃を避けるダッシュアクションもシビアなんですよ。マジで避けれない時が多くてやばい。絵柄がとてもキュートなんで、可愛いメトロイドバニアでプレイしたら度肝を抜かれます。常に弾幕が飛び交ってるんですけど、何度もデスってからの倒した時の半端ないのが快感。クリア時間は10時間とお手軽な長さなのもいいんで、深海やサブノーティカの世界を味わいたい方は手に取ってみてはいかがでしょうか。プランティの可愛さに騙される機械忘れられた深海都市は Steam と Switch で好評配信中です。サンナビ。このゲームはワンダーポーションが開発、ネオウィズから販売されたチェーンフックを使った 2D アクションです。ワイヤーで壁という壁につかみながら爽快なステージを進み攻略して、圧倒的なストーリーラインに没頭しながら最後のどんでん返しを含めて難しながらもどえらい面白かったです。ストーリーが退役軍人の父親が娘ちゃんとひっそりと暮らしていたら、突如サンナビにより娘ちゃんが悲劇に巻き込まれます。元凶のサンナビに復讐を誓った父親が我を顧みずに突き進むお話ですね。冒頭で言った通りにワイヤーでステージを攻略していくんですけど、広々とした箇所にワイヤーをただ当てる、そして爽快に動いて進むというシンプルなんですが、全然うまくいかない方が多いので、なんで掴んでくれへんねんって叫ぶ方が多いのが本作。そのうまくいかないシーンで一番の絶望箇所が、監視者に追われる追いかけっこイベントでブチギレ、さらには密閉空間でひたすら逃げイベントでブチギレと、ハード以上でプレイしていたらコントローラー本気で投げるかもしれないんで、ノーマルオアイージーが推奨です。無理くりにでも先に進みたいと思った理由が、ストーリーが気になりすぎた点でしたね。パケデザインからは想像つかないと思うんですけど、ほんまにストーリーがよくできていました。娘ちゃんの復讐劇という単純な一本道でも、そこまでのプロセスが一本の物語、いや映画、いや小説、なんでもいいや、そこまでのラストに至るまでの過程が非常に作り込まれてましたね。伏線がいくつも散りばめられていて、ミスリードの誘発が大きかったりと、次から次へと仕掛けてきます。後半の一部が日本語ローカライズは一部崩壊はするんですけど、それを補うぐらいにラストで自然に涙がこぼれていましたね。高難易度でも頑張ってクリアしてしまうサンナビは Nintendo Switch、Steam で好評配信中です。ハント・ザ・ナイト。このゲームはムーンライトゲームズが開発、断言エンターテインメントから発売されたダークファンタジーアクションです。見下ろし型のトップビューというゼルダライクを思わせるゲームでもあり、細かく作られたアートワークから骨太なレトロスタイルな戦闘などシビアでありながらもめっちゃ面白かったです。ストーリーとしては、ストーカーズの一員ベスパーが荒れた戦地に赴き、夜というモンスターをハントしに行くお話。ソウルライク風のゲームシステムに敵を求めて倒すハクスラっぽさも兼ね揃えているの特徴ですね。武器のバリエーションが豊富なのもあり、剣や体剣、槍、ナックルなど威力やリーチ、振り速度の違いでのバランスも整っています。好きな武器をチョイスして戦うのも戦略性抜群。遠距離に関してもハンドガンやボウガン、ショットガンなどそれぞれの特性を生かした戦闘も同時に味わえますね。ダークパワーを使った必殺技とかもあります。これの何が難しいかというと、一発の被弾が非常に重いのが秀逸。マップ探索で必ず勝ち合うのがモンスターなんですけど、びっくりするぐらい体力を持ってかれてしまうぐらい雑魚敵でさえとにかく強すぎます。マジで慎重に進めていかないと話になりません。というか普通にやられまくって全く先に進まないとかザラです。マジでザラ。何コンボか当てては距離を保ち、再び攻撃して倒すと徹底していく機械のような行動が求められるのもプレイしていて楽しかったかなと。時にはゴリ押しムーブでもいけるとこはいけるんですけど、大抵は失敗するんで注意してください。全体的なダークファンタジーを感じさせるボスのフォルムを楽しめるポイントの一つなんで、そこを一緒に感じ取られるのも悪くない。操作性が若干軽めで、回避で落下でダメージとかも入るシステムで、楽にクリアさせてこないのもたまらないっすね。また NPC との会話が終始意味不明な感じがしたのも雰囲気を楽しむ点としてはありよりのありかもしれませんね。クリアとしては15時間ほどでいけたんで、討伐クエストだけ場所が分かりにくすぎるので全部は断念しました。この手のダークファンタジーとしては完成度は高かった。ベスパーを操作して夜をハントしよう。ハント・ザ・ナイトは
Steam で好評配信中です。ザ・ナイトウィッチ。このゲームはスーパーメガチームが開発、チーム70から販売されたナイトウィッチが世界を救うシューティングメトロイドバニアです。本作はカートゥーン調の 2D イラストで展開され、常に空中浮遊しているキャラクターを操作してステージをクリアしていきます。リリースされる前の盛り上がりは半端なかったんですけど、発売されるや否や難しすぎる弾幕で低評価爆撃を食らってしまいました。シューティングにメトロイドバニアの時点で難しいのは推測できたかなと。このゲームで一番のポイントはスペルというカードをデッキ構築することで攻撃方法がランダムに変化するというスタイルです。あらかじめセットしたスペルがランダムで表示されてガンガン押しながら敵を駆逐していき、戦略性が非常に高い。弾幕を避けながらのスペルボタンでそれどころじゃないって感じの緊張感も高くて、今うまくいってたのにどこで攻撃食らったんやみたいなテンションだだ下がりの絶体験をビビるほど味わえます。ハイスピードに展開されるのもあって世話しない戦闘が楽しめるのもポイント。ステージでは雑魚敵や強力なボスが登場して良い弾幕加減の戦闘も十分味わえるんですけど、ステージ探索のファストトラベルがほぼないのだけは痛かった。動画では映してはないんですけど、真のラスボスは異常に強くて1時間30分以上戦ってコントローラー投げたのは内緒の話。トータルクリア時間は10時間ほどだったんで、ボリューム的にもちょうどいい魔女加減が最高。ナイトウィッチになって真実をつかみ出そう。ザ・ナイトウィッチは各プラットフォーマーで好評配信中です。ラストオーダー。このゲームはクジラダンスルームから開発早期で販売されてるソウルライク風ワイヤーアクションです。最初に言うんすけど、どちゃくそに難しいながらも隠れた名作だと個人的には思ってます。ストーリーとしてはディストピアな世界をアンドロイドの雪割りが最終指令であるラストオーダーを思い出すために進んでいきます。キャラクターの操作性が軽すぎるため思わず滑って事故ですが頻繁に起こり、ワイヤーを使っての移動操作でのステージ難易度に発狂しましたが、画面を見てもらったら分かる通りうまく突破した後もさらに難しいワイヤーアクションが要求されるという泣かせポイントも多い。またボスは攻撃を徹底的に避けないと倒せないほどの鬼畜っぷりなんで、めっちゃクロート泣かせでコントローラー投げかけたなと。最初はイライラしてたんですけど、ステージを突破したりボスを倒した時のアドレナリンがマジで半端なかったんですよ。っていうかその苦労がめちゃくちゃ面白く感じ取られる中毒性。ソウルライクの要素としてパッシブアイテムを装備しながら自身への永続バフなどの戦略性も高く、ソードで切りながらワイヤーダメージを与える組み合わせなど自分なりの攻略法が分かった時はマジでやばい。キャラクターは非常に小さいんですけど画面全体を使ったモーションは素晴らしいんでぜひプレイしてほしい。デスを含めて10時間は遊べるんで早期としてはボリュームもかなり大きいですね。荒廃した世界でラストオーダーを探し出そう。ラストオーダーは Steam で早期でリリースされています。ライカエイジトゥルーブロード。このゲームはブレインウォッシュギャングが開発、ヘッドアップパブリッシングから販売されたバイクで荒野を駆け巡るメトロイドバニアアクションです。不死身のコヨーテライカが部族の誇りをかけてバードたちに占領されている世界を取り戻すお話。移動手段すべてバイクという稀有なスタイルなんですけど、シビアな操作性を求められて、なおかつ銃弾をエイムで合わせながらのバレットタイムはめちゃくちゃ面白くて難しかったです。美麗な 2D の手書きアートもテンション上がるんですけど、何よりも優雅にバイクで荒野を走り出す様子は次へのステージのワクワク感がやばい。全然プレインがうまくいかない方が多いんですけど、それを乗り越えてバレットタイムで無双できた時は感無量でした。ですがバイクですが異常なほど起こるのも特徴の一つ。このデスりまくって体で覚えさせるゲームは久々でしたね。うまく敵を倒して着地するという安心感で横転です。敵を倒しての安心感から弾が飛んできてです。5話要素で血だらけすぎて見えなくてですなどコントローラーを本気で投げそうになるぐらいになんでやねんって叫びます。初めは転ばないように慣れていくのがおすすめですね。武器の種類はクラフトでは増えていくんですけど、性能が全然違うので使い分けるのも面白くて、メインミッションサブミッション合わせて50個ぐらいあるやり込み要素も充実してました。クリアとしては26時間となかなかのボリュームでしたが、高難易度の点を含めて御の字かなと。バイクに乗ってバレットタイム。ライカエイジトゥルーブロードは PS5、Xbox、Steam で好評配信中です。バベルの図書館。このゲームはたぬきゲームスタジオが開発、ネオンドクトリンから販売されたパズルアクションアドベンチャーです。今まで紹介した8作品よりはるかにアクションが難しいのが本作。ポストアポカリプスに惹かれるデザインであり、2万年後が舞台という近未来、ロボットたちが人間のような生活をしている世界で、主人公でシーカー・ルドビックがある事件の調査でコロニーに訪れ、女神ミテラと情報交換
官をしている時に事件が勃発します。武装カルト教団カボリスト教団の一人が乗り込んできて、わけのわからない発言をしながら住民を狙撃して自ら自決。その事件には図書館に訪れてから異常な行動をとっているカボール大佐が関わっているのが分かり、ルドビックは調査に乗り出すというお話。全て手書きの 2D グラフィックで表現されてて、手触りのいいアクションをしながら探索できるのが特徴。攻撃が一切できないものの、ステージのギミックを巧みに動かしながらの突破やステルス行動での隠密動作、アイテムを組み合わせて新しいアイテムを作り出す謎解きなど面白さは詰まっていますが、アクションと本ストーリーの生き方がバチクソに難しいの。久々にコントローラーを本気でソファーに投げたのがこの作品でもあります。序盤はスイスイと指示された場所に向かって攻略はしていけるんですけど、途中からどこに行けばいいか 100% 迷います。マジで迷う。アイテムは単体で使えるものはほぼなくて、何かと組み合わせて1個のアイテムにして進めるものばかりなんで、これが何を組み合わせていいのかノーヒントすぎる。どれを組み合わせてもマッチしねえ。合致したとしても使う場所がわからねえ、どないすんねんとか当たり前っすね。サブクエストだから後でもいいだろうと思っていた報酬アイテムを全てメインクエストで使うということなので覚悟してください。さらにはステージアクションは序盤だけがぬるくて、後半からは鬼畜難易度になってきます。単純にジャンプして突破の箇所だけが簡単で、敵配置のステルスが絡んできたり、デスギミックが無限に襲いかかってくる箇所ではマジで意味不明に感じるほどに発狂しましたね。これがね、途中で躍起になってクリアまで頑張ってしまうんですよね。正直怒りゲージマックスにはなるんですけど、ここまで来たクリアまでするしかねえ根性が湧いてきます。ただ機械のゴンドラに乗る箇所で大前提の一発もミスらずに突破する鬼畜仕様ガン積みなのが、ミスった瞬間セーブポイントまで戻されて、それだけは勘弁してほしかった。これでもクリア率 98.8% まで持っていったのは頑張った気がします。クリアとしては23時間ほどはかかったんですけど、謎解きとアクションステージでべらぼうに時間を割いただけなんで、実質は12時間ぐらいでクリアできる範囲と思ってもらって大丈夫かなと。クリアしたら自慢できる高難易度アクション、バベルの図書館は各プラットフォーマーで好評配信中です。セレステ、このゲームはマディメイクスゲームズが開発販売された 2D パズルアクションです。メンタルブレイクしている主人公マデリンがセレステ山の頂上を目指しながらいろいろな出会いを経験して成長していくストーリーです。インディー界隈では必ずと言っていいほど比較対象になるぐらいの難易度とアクション性が話題であり、通常ステージで突破さえバチクソに難しくて面白かったです。単純にジャンプとダッシュ、亀登りで山頂を目指すだけなんですけど、数々の即時トラップもかいくぐってのアクション性が非常にやりごたえ十分で切れまくりましたね。針による容赦ないトラップの絨毯、落下してくれと言わんばかりのステージ構成などデスありきのゲームになっているのも秀逸。一つのミスでチェックポイントには戻されるんですけど、リトライ性の速さがやべえのもあるんで、必ずしもクリアできなくもない難易度がプレイヤーへの中毒心を促してきましたね。プレイングが非常に重要になってくるのもせわしなく操作して指先が鍛えられます。またメンタルを取り戻すというストーリーもなかなかに凝った作りだったので、要所要所のイベントステージも楽しめたかなと。 A 面通常クリアはしましたが、 B 面と DLC 追加のチャプター9は鬼難しかったので、興味ある方はぜひマデリンと一緒にセレステ山でバチ切れよう。セレステは各プラットフォーマーで好評配信中です。2023年にプレイしたゴリゴリに難しかったインディーゲーム10作品を紹介しました。 2D アクションがベースながらもそれぞれに違った特性を持った高難易度、サクッとクリアできる場所がありながらも一部で詰まった時ブチギレてコントローラー投げかける高揚感。この機会にぜひ自分のメンタルを鍛えに行くゲームをプレイしてみませんか。きっとほんまにこのゲームクリアできるんかよ、いやいや自分のメンタルはこんなもんじゃない、やってやんよってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。